こんにちは、 SBFJ 利根川です。前日仕事をしていて完全に朝寝坊したので、11時オープンの天下一品でこってりラーメンとこってり天津飯を胃袋に流し込んでアイスでクールダウン。あぜ道をぐんぐんと進み、本日釣りをする場所へ向かいます。いやー、草だらけ。こっちも草だらけ。向こうはまあほんと田んぼが植わって、去年この左全然なかったんですけどね。ちなみにこれが去年の真夏8月頃の様子です。行政による草刈りが行われ、裏の田んぼにある稲もかなり育っています。さらに時は遡り、冬から春にかけての3月頃、通水前の様子がこんな感じでした。できそうですね。ここに竿を出しますか。はい、去年と同じ二の鉄は絶対に踏みません。録画を開始していることを確認しました。ロックアイスコーク。いただきます。美味しい。ということで釣り台の準備が終わりましたので、ここで前を狙っていきます。辺りは本当にザ・草むらで何もございませんが、これがいい。私はこれが好きだ。釣り座にどっかりと座り込んで前準備をしていきます。はい、今日使う竿は振り出しの竿ですが、5尺、なんと5尺でございます。5尺というのは約 1.5 メートルなので、すぐそこを狙って、多分この辺ですかね、この辺を狙ってやっていきます。こんなこともあろうかと 1.5 号の仕掛けで5尺作ってあったんですよ。初めて使います。実は試しに投げてみたら想像以上に手前でした。水路の美味しい水。さて、今日も京都で芋綿シンベラグルテン底、いつものセットです。シンベラ底が50、芋グル25、綿グル25、水100で反応がなければ何かしら対策を考えます。今日も京都で稲花粉の薬、今日はパブロン、あとコンパクトタオル。レギュラーサイズしかなかったので、レギュラーサイズをください。レギュラー。針は手持ちの中で、とりあえずここにある一番小さいセッサの5号。それでもダメならこの辺の3号針、ちっちゃい針を使っていきます。じゃあ1投目よろしくお願いします。鳥のさえずりが凄まじく聞こえますが、ようやく準備が完了して1投目です。来る前に食べたこってり天津飯ですが、今年の頭に発売されてから早数ヶ月ずっと食べてみたくて初めて今回食べましたが、いや期
期待値を上げすぎましたなんだか穂先が沈んでいないと気分が出ないのでヘラ X7 尺にします。穂先がこれで沈みます。ちょっとだけ、ほんのちょっとね。でも気分が全然違います。7尺 2.1 メートルの竿で穂先を水の中に沈めますが、これは風の影響を受けにくかったり、合わせた時に反応がダイレクトに伝わるとか、いろいろな理由はありますけども、今回は何よりも手前すぎて正直釣れる気がしなかったというのが本心です。去年この草が刈られた状態と比べると笑っちゃうくらい全く雰囲気が違いますよね。この時は8尺が限界の長さでしたが、今日の状態では7尺が触れる竿の限界なので、流れに逆らって泳いでる魚を狙います。あとさっきは水中に浮きが潜りすぎだったので、ちゃんと3メモリ出せる状態に調整しました。やっと何か生物が来てくれたのに、引っかいただけで終わっちゃいました。悔しい。今回はドボンということもあって、浮きが刻みあたりと思わしき動きをしていたので、思わず合わせてしまいましたが空振り。最近撮って編集をせずに溜め込んでいる動画も含め、かなり連続して川や水路で痛い目を見ていましたが、先日大雨が降ってようやく水が落ち着いたので、そろそろかなと思っていたので、この一打は浮きがふっと入って、もう思わずガッツポーズです。サイズは大きさはそれほど大きくないどころかかなり小さいですが、今回はコブナもターゲット。思わずガッツポーズしたけど、この子食ってない。推定15センチ。ガッツポーズしちゃったのに食ってないけど、ありがとう。あ、違う、擦れてたのでごめんねだ。だんだんと魚は寄ってきましたが、ものすごい食い上げをしているにもかかわらず、残念ながらまたしても空振り。あの手この手で食わせようと思って寄せばいいのに、団子餌の進化を投入。そこに水をポタポタと垂らして適度な硬さになったことを確認したら投入。その投入から約10分、浮きがプップッといってぐーっとどこまでも行くかと思いきや、ピタリと止まりました。なんとスマホの操作をしていて、竿から手を離しておりました。浮きがないぞと思って合わせ気味で竿を上げるも空振り。あまりにも遅すぎたのか空振りでしたが、その後10分ほど反応がなかったので、どこかに行ってしまったようです。次の一手は針を小さくして吸い込みやすくします。セッサの5号からオカメの3号に変更です。釣りをスタートしてから早2時間、風がかなり強くなってきたところで旬あたり。残念ながらこれも空振りでした。魚は寄っているようで、この一頭でも反応がありますが、去年はここで釣りをしている時は草が全て刈り取られていたので、対岸のフェンスにカメラをくくりつけて撮影することができました。今回はこちらからフェンスが全く見えていないので、反対側から撮影することは無理そうです。さて間もなくヒット。竿から変な感触も伝わってこないので、今度こそ食っただろうと思い、本日2度目のガッツポーズ。我ながらなぜか物静かにガッツポーズをしていて不思議です。もうニッコニコしながら網に入れますが、なかなか入らなくても楽しんでおります。亀とはまた違った魚ならではの引きです。ちゃんと見たら外がかりなのでアウトでした。残念。
あと iPhone が容量不足で止まっていたので横からの映像でお届けします。いやー、相手してくれて、いや今度こそ食って、次食ってくれたら嬉しいな。はいはい、ありがとう。いや、ごめんね、次は食って。話すところ通じなかった、ごめんねって言って話したんです。手元や風景の撮影は基本スマホでしているので、気づけばデータがパンパン、現地で慌てることもたびたび。あとここまで空振りもいっぱいありましたが、ここから空振りは全部カットしてお届けします。魚だ。食ってんじゃねえかな、どうだろう。これは食ってねえや。これまた食ってねえ、お腹のすれ。残念。今度こそ録画が動いていることを確認してごめんなさい。私の代名詞の一つによく載されてしまうというのがあります。あれは合わせるのが遅くて擦れてしまったり、そもそも食っていなくて擦れていることが多いはずです。今回も例に漏れずやってしまいました。切磋の午後をここまで伸ばす犯人。鱗の大きさからさほど大きくない船だとは思いますが、鯉ではない。でもここまで伸ばすってなかなかですよ。びっくり。針を伸ばされてしまってから約30分間反応がなくなりまして、当たりも反応もないのに仕掛けを回収しようと思って竿を上げたら、Hello, my friend. さて本日こちらでも緑ガメが来ました。なんてこった。ここにも緑ガメ、背中に苔が生えて、獰猛である。爪怖っ。ここ数年は毎週ほぼ休まずに春夏秋冬釣りをしていますが、浮きが動かない状況というのは精神力というか集中力がどんどん落ちていきます。ただ浮きがこれだけ動いてもまたそれはそれで集中力が落ちてくる。人間とは、いや利根川とは核も愚かな存在か。いやー、また友達だ。サイズとしては似たようなサイズなんですが、さっきのは甲羅に苔が生えてたのに対してこっちが生えてないのはなぜだろう。苔なし。不思議。今回沖の草が生えている隙間を狙っているので、少し右や左にずれるだけで浮きが出過ぎてしまったり、実際これも少し右にずれていたようで浮きがバッチリ映っていませんでしたが、少しカメラを動かして調整しました。反対側の際を水が強く流れているので、餌の玉っころがどれだけ流されるかで落下する場所が変わっちゃうんでしょうね。
そして今回はおもりベタの釣り、いわゆるドボンでやっているので、浮きに反応があるまでひたすら待機。まあまあ早送りをしていたので一瞬ですが、ようやく念願のヒットです。一目戻し。これも口回りか。食ってねえんじゃねえか。どうだ、食ってんのか。新規。最後の最後、食ってねえかと思われましたが、上っ張りを食ってました。やった。船っ子じゃなくて顔的には小一個っぽいんだよな。いや、マブナ系か。小一個っぽいよな。ヒゲは怪しいが、小ブナか小鯉が食ってた。やったー。最後の最後で食ってた。ありがとう。やったー。はあ。まだ明るいんですが、今日は夜に用事があるので、そろそろ引き上げなければいけない時間です。正直さっきのマブナが食ってくれたのを最後として、めでたしめでたしと終えるつもりでした。でもですよ、これでやめようと思っていても、その一投で魚が釣れてしまうと、もっと釣れるんじゃないかと思っちゃいますよね。これって利根川だけでしょうか。この子も小鯉っぽいけれど、残念ながらスレでした。残念。ごめんね。はたきというわけではないんですが、今さっき底がドゥンとなって、そこもドゥンとなりました。何でしょうか。カメでしょうか、鯉でしょうか。真相は分かりません。手取ってる間に動いたらよかったんですが、動かないな。あ、でもこっちのカメラに入ってるかな。このカメラにいまいち全体を撮っているカメラにもその様子は撮れていなかったので、本日いよいよタイムリミットのギリギリで食ってくれた魚を見ていきましょう。餌はグルテンをボソボソの状態からかなり水を足して柔らかいもの。団子餌の進化も単品、そしてグルテンに混ぜ込んでグル団子にしてみたりと、いろいろやりましたが、結局団子餌とグルテンっていうバラグルになるんですかね。それが一番安定していたような気がします。基本は3目盛り出しですが、ちょっと竿を押し出して4目盛り出したところでちょんと竿を引いて、これもまた今度は 4.5 目盛り出すところまで行ってから、ぐーっと1目盛り出した状態まで引いてからちょんとここで当たります。止めた。来た。ノージリと同じ針のかかり方してる。ちょっとヘラブナ気味な気がする。なんだっていいんですけど、最後の最後に推定30、いや28、29センチ切ったー。食ってたー。いや、誘ったら来た。ごめん、ありがとう。はあ、
めでたしめでたし。去年はヘラブナを釣りたくて釣りをスタートするも小さな船や鯉ばかり。今年は船や鯉すら釣れないかもと思い焦りましたが、やっぱりここでも亀さんは来ましたね。そしてここにある杭がめちゃくちゃかっこいいんですが、一体何年の時をここで過ごしていたのか、何十年もここに存在していて朽ち果てていったような気がします。ということで帰宅、お茶代、食事代ご支援ありがとうございます。ということで本日もここまでご視聴いただきありがとうございました。どちらでもいいので評価ボタンを押していってくれると嬉しいです。まだチャンネル登録をしていない方、そろそろお願いします。ではではまた次の動画でお会いしましょう。